ぬかの話なんですけれども、ぬかっていうのは玄米を精米してから出るものがこの米ぬかですね。それからこれだけの米ぬかを取るのにどれだけお米が必要かっていうと、これだけ必要なんですね。これ5キロなんですけれども、だいたいこちらが300、400グラムぐらいでしょうかね。ですので5キロ分の白米を作るとこれだけのぬかができるということです。ぬかはお米屋さんで買っていただくといいと思います。お米屋さんで精米していますので、そこで、精米したてをいただくのが一番いいかなと思います。ぬか床の材料です。これはぬかですね。これは塩です。お水です。これは昆布と大豆と唐辛子ですね。大きなボウルです。では基本的なぬか床の作り方をやりますね。まずぬかです。大きなボウルの中にぬかを入れます。それからお塩ですね。この塩の量はもうちょっと少なくても多くても大丈夫です。ここでまずよく混ぜます。で、ざっと混ぜましたらここに水を入れていきます。水の量はこう混ぜてみて、混ぜやすい硬さになればいいので、あまり決めつけて何 cc ってやらなくていいと思います。もうちょっとですね。少しずつお水を入れてよく混ぜてください。こう手で掴むようにして混ぜて、混ぜやすいそんな硬さにしていただければいいと思います。今ちょうどいい硬さですので、ここで混ぜましたらば、ここにお昆布と唐辛子と大豆を入れますけれど、今日入れるこの昆布と唐辛子、大豆などは後でもうちょっと後に入れていただいてもいいと思います。
ぜたぬか床をぬか床鉢に開けますね。まだこのぬかは慣れていないぬかですので、昆布もまだすごく硬いです。こんな状態ですけれども、中の方に入れてこうやって野菜くず、例えば大根の尻尾とか人参の下の方とかね、あとキャベツの芯とか、そういった水が出るようなお野菜を入れてまずはつけます。で、最初はそんなに美味しくないんですけれども、これを何度か繰り返していくうちに乳酸菌がたくさん出て、だんだん美味しくなっていきます。なので最初美味しくないからといって諦めてしまわずに、これを毎日繰り返すことによって、そうですね、だいたい2週間から3週間もすれば美味しくなってくると思いますので、諦めないでとにかく毎日混ぜてつけてみてください。日に日に美味しくなっていきます。
こんにちは。今日はぬか床に何を入れていくか、そんな話をしたいと思います。今ちょうど梅雨が始まって、しばらくこの梅雨の季節が続くと思うんですけれども、そういう時にやりたいぬか床のお世話の話なんですけれど、今、ちょっととてもいい状態になっています。でこの発酵がよく進んだところで、私はですね、この塩鮭の頭焼いて入れます。もうこんなにたくさん入れるわけではなくて、うちのは小さい入れ物なので1個だけしか入れませんけれども、これをこんがりと焼いて入れます。で今日なんでこんな 4個もあるかっていうと、塩鮭の頭って最近手に入りにくくなっちゃったんですね。それでもしも見つけたら買っておいて、こんがり焼いた状態で冷凍しておくと、その冷凍のまんまこの中に入れることができるので、もしも見つけたら2つ3つ買っておくといいと思います。でこの頭は縦半分に割ってあります。でその他に今ちょうど出ている山椒の実ですね、葉っぱを入れていただいてもいいです。できれば実の方がいいと思います。あと青梅とか、あと唐辛子はいつもあると思うけれども、こういったものも時々足していくといいと思います。であと他に昆布を入れたり大豆入れたり、そこら辺はもう本当に臨機応変で、入れていくといいと思います。で、この鮭の頭をねぬか床に入れるっていうとものすごく驚かれるんですよね。でなんでこういうことになったかと言いますと、実は、本当にもう多分40年か50年ぐらい前に出版された辰巳浜子さんっておっしゃるとても敬愛する料理研究家の方がいらっしゃるんですけれども、その辰巳浜子さんのご本の中にこれをこんがり焼いて入れると美味しくなりますよって書いてあったんですね。でこの青梅のことも山椒のことも全部書いてあったんです。で私もぬか床を作っていましたので、やってみよう、どうなるのかなと思ってやってみたところがすっごく美味しくなったんです。でそれから毎年続けるようになったんですけれども、この鮭の頭を入れるのはこの季節がいいです。なぜならばぬか床がすごく今活発に乳酸菌発酵して活発に動いている時なので、そういう時にこれを焼いて入れるとほぼ3日経てばなくなっちゃうんですね。どこへ行ったのかしらっていうほど溶けてしまいます。でそうやって乳酸菌がこのカルシウムですとかそういったものを全部溶かしていってるんだなっていうことがすごくよくわかります。であと山椒ですね。私は山椒が大好きなので入れますけれども、これ山椒嫌いな方は入れなくていいんですよ。入れなければいけないというのではなくて、お好きだったら入れてくださいと申し上げてるんですけれども、この山椒の実をね発酵で有名な小泉先生に「私は入れるんですよ」ってお話ししたら「僕は入れないね、嫌いだから」っておっしゃってて、それでいいんだなと思ったんですね。お好きだったら入れてください。梅の実もこれはどういう効果があるのか私はよくわからないんですけれども、おそらくいい効果を発揮しているんだろうとその辰巳先生のご本に書いてあったので、私はその通りにやってますけれども、この梅の実もある程度茶色く使ってくるとスライスして食べるとすごく美味しいです。ちょっと酸っぱくてね美味しいです。あと唐辛子などはあとね、唐辛子も入れるんですけれども、黄色い粉のからしを入れてもいいです。あれはお茄子をつける時にとても美味しくなります。いろいろ何を入れなきゃいけないって決まってるわけではないので、自分で試行錯誤しながらあれがいいかなこれがいいかなと思ってやってみてください。とにかく一生懸命かき混ぜる、毎日も最低1回はかき混ぜるっていうことが大事ですよね。で今年、去年一昨年あたりから本当に暑くなってお部屋の中も暑くてね、そのまま朝晩かき混ぜていても表面に白い膜が張ったり
することもあります。で白いカビの場合はそれを取ったりしないでそのまま混ぜちゃって大丈夫です。でもしも青いカビとか黒いカビがもし生えてしまったらもうそれは作り直しをしていただかないといけないと思いますけれど、そんな風にして毎日こう生き物ですからね、生きているのでお世話をしながらおいしいぬか床、ぬか漬けを召し上がっていただけたら私も嬉しいです。では今日は焼いた鮭の頭を入れていきますけれども、この鮭は裏も表もこんがり焼けてます。でちょっと冷めてますけど、まだ少しあったかいけど入れて大丈夫です。これもこの中にこうグイッと入れちゃうだけなんですね。で、この中に入れて、例えば朝入れたとしますね。で夕方もう一回かき混ぜてみてください。もう崩れていますのでこの形はもうなくなっていると思います。このくらいのぬか床だったら1個でいいと思います。で他に青梅をそうです、別にこれ何個じゃなきゃいけないってことはないので何個でもいいですよ、入れていただいて。あるだけ入れちゃいますね。それから山椒も入れます。これは入れなくてはいけないんではないです。さっきから言ってるんですけれども、お好みに合わせて嫌いなものは入れなくていいです。あと入れるものとしては大豆とかお昆布とかそういったものがいいと思いますけれど、もうぎゅーっと握っちゃいましたのでもう壊れちゃいましたけれど、もう本当に影も形もなくなります。でこの鮭の頭がなかなか最近は手に入らないので、でも入れたいなと思われる方は、カマを利用されるといいと思います。でなるべく甘塩ではなくて普通のいわゆる中辛ですね、中辛とかいろいろありますけど辛めのお塩にしたものを選んでいただいてこんがり焼いて、身の方はご飯と一緒に召し上がればいいですよね。で、骨が残ると思うのでそのカマの骨をこの中に今と同じようにして入れてみてください。ぬか床の状態が良ければ 2,3 日で姿がなくなってきます。で周りもいつもきれいにしておいてくださいね。
今日はナスときゅうりが入ってるんですけれども、きゅうりはちょっとかなりいい色使ってますね。それからおナスですね。でナスがきれいな色に使っているようなぬか床はいい状態のぬか床なので、おナスが一つの目安になりますね。で一回手が汚れますので、もうこの段階で、しっかり混ぜちゃってください。そうすると次はあとはきれいに拭くだけですので、上下を返すようにしてよく混ぜますね。で周りが汚れるので、できれば流しの中でやった方がいいですね。で、ここまでやったら手を洗います。でおナスはよく洗って、もうこのまま切るのではなくて、ここで一回ギューッと絞ります。手に力を入れて絞るようにしてください。細くなりますけれども、そうするとより一層ナスの色が良くなるのと食べやすくなります。でこのナスの色がきれいに出るかどうかっていうのは、ぬか床の状態にもよりますけれども、何よりもやっぱりナスが新鮮かどうか、それもすごく色に影響します。でおナスを買って3日も4日も冷蔵庫に入れといたものをつけると、あんまりきれいな色には仕上がりません。ぬか床がよくっても色がきれいに出ません。この周りをきれいに手で拭いてしっかり押さえておきますね。しっかり押さえて、この鉢にぬかがついていたりしたら、それもきれいにお水で落とします。でこの周りもきれいにしますね。そしてきちんと拭いて、で蓋の方ももし汚れていたらきれいにしていただいて、そして蓋をして、また新たに何かつけたい時につけてください。ここにあるものはこのニンニクの里なんですけれども、青森の田子というところで有機でニンニクを作っていらっしゃる方のところにお尋ねしたんですね。その時にこのニンニクを使って何かいいものができないかしらっていうことで考えたのがこのセットです。ニンニクは最初の段階では入れませんけれども、後で入れていきます。それからこの唐辛子もその付近でできた青森産の唐辛子、それからこちらも青森の海で採れたお塩です。この昆布もそうです。それからここに山椒があるんですけれども、
この山椒はこのニンニクの畑の周りで採れた山椒の葉っぱ、これはドライになっていますが、こういうのは後で入れていただくといいと思います。最初にこのぬかと塩と唐辛子とお昆布と、あと大豆とかあったら入れたらいいと思います。これは完全に農薬を使わないで作られている米から取ったぬかですので、安心して使えますよね。ですので、そういうことにとても気を使う方はこういったセットをお使いになったらいいかと思います。